今日は昆布巻きを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今回はですね、もうすぐお正月ということで、おせち料理には欠かせない昆布巻きを作っていきたいと思います。この昆布巻きなんですけれども、今回は一番ベーシックな中に磨きに塩を入れた昆布巻きを作っていきます。煮込み方などにもね、ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。磨きにしん、昆布、かんぴょう、お醤油、お砂糖、お酒、みりん、お酢、お水。今回はこちらの材料を使って作っていきます。まずですね、今回磨きにしんというものを使用していきます。磨きにしんがこちらですね。お正月が近くなってくるとスーパーにね、どんどん出回ってくると思いますのでチェックしてみてください。磨きにしんは乾燥させたものと、あとは半生状態のこのソフトタイプですね。こちらの2種類ぐらいが売ってると思います。あとはね、たまに生のものも売ってるんですが、今回はソフトタイプですね。半生のものを使用して作っていきます。乾燥タイプを使うと戻す時間が必要なんですが、こちらのソフトタイプはですね、一度湯通しして臭みを取るだけなので手軽に作れると思います。そして続いて昆布ですね。今回使用するのが日高昆布という昆布になります。長さはですね、だいたい20センチぐらいの長さのものを選んでいただくといいかなと思います。そして味付けはね、とてもシンプルなもので作っていきます。1個ね、お酢を入れていくんですが、お酢を加えることで昆布がね、柔らかい仕上がりになります。このお酢を加えてね、しっかり煮込んでいくので、酸味だけ飛んでお酢の旨味だけが残ってくれます。お酢に関しましては米酢がおすすめです。もしない場合は穀物酢でも OK です。米酢を使用していただくととてもね、まろやかな味わいに仕上がります。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それではね、早速作っていきます。まずかんぴょうの下処理ですね。一度こちらのかんぴょうをさっと水洗いしてください。はい。で、水洗いしたらここにね、塩を小さじ1/2ほど入れます。こちら分量外です。そしてこちらをね、しっかり少し弾力が出てくるまで揉み込んでいきます。こうしていただくことでかんぴょうの弾力も出て、さらにかんぴょう独特のね、臭みを取り除くことができます。だいたい1分ぐらいですね。しっかりこのように揉み込んでください。はい、OK です。触った感じね、ちょっともっちりとした感じですね。弾力が出てくれば OK です。そしたら一度ね、さっと水洗いしてください。はい、かんぴょうの下処理はこれで OK です。それでは続いて昆布の下処理ですね。まずですね、ちょっと軽く濡らしたキッチンペーパーまたは布巾を用意してください。そして昆布の表面をさっと拭いて汚れを取り除きます。あんまりね、取りすぎると旨味もね、拭き取ってしまいますので、さっとやるぐらいで OK です。このようにね、8本ね、用意してください。そしたらこういったね、ちょっと大きめのバットに広げて、さらにここにかんぴょうもね、入れてください。そしてここにお水を入れます。はい。そしてこのままですね、30分水に浸して戻してください。昆布によってはね、もう少し早く戻るものもありますので、戻ったらね、昆布は取り出していただいて OK です。あんまり浸しすぎると柔らかくなりすぎるので注意しましょう。ではこのまま置いておきます。それでは続いて磨きにしんの下処理をしていきます。まずはじめにですね、この頭の部分と尻尾の部分を切り落とします。はい、このように切り落としてください。ではもう一つも同じように切り落とします。はい、そしたらですね、まずはじめにこのお腹部分の骨を削ぎ落としていきます。こちらね、骨抜きでやる方法もあるんですが、結構ね、このお腹の骨は大きくって包丁でやった方が楽なので、今回はね、包丁を使っていきます。まずこのお腹の部分ですね、骨が当たるところに包丁の刃を当てて、そして削ぎ落とします。骨に沿って刃を入れてください。あんまりね、取りすぎないように注意しましょう。こんな感じです。できるだけ薄くね、削ぎ取ってください。尻尾の部分もね、ちょっと残ってたらこちらも同様に削ぎ落としてください。あとはですね、この背中の部分に背びれがね、まだ残ってる時もあるので、ここもね、切り落とします。
今ねこのような状態です。そしたら続いてこちら背の方にもですね、ここ一面に骨がありますので、こちらも包丁を使って削ぎ落としていきます。こちらも同様に刃先をですね骨に当てて、そして骨に沿いながら削ぎ落とします。ゆっくりゆっくりやっていただいて大丈夫です。こんな感じ、薄く取ってください。背の部分もねこのように骨を取ってください。あと最後ですね、このね真ん中の部分にもちょっと小骨があるので、こう指でなぞって気になるところはねこういった骨抜きを使って取ってください。骨がね結構頑丈にね入ってるんですけれども、こうやって身を軽く押さえながらねピュッと骨を抜いてみてください。はい、 OK です。このように骨を抜いてください。それではもう一個もね同じように骨抜きしていきます。はい、このように骨抜きが終わりました。そしたらね一度こちらのニシンは湯通ししていきます。そうすることでこのニシンのね臭みを取ることができます。それではねニシンを湯通ししていきます。お鍋にたっぷりめの水を張ってまず沸騰させてください。はい、沸騰しました。沸騰したらここにニシンを入れていくんですが、その前に湯通ししたらすぐ氷水に入れますので、氷水も用意してください。そしたらここにニシンを入れます。さっとね湯通しするぐらいで OK です。だいたいね表面が全体的に白っぽくなるぐらいですね。はい、もうこのぐらいでいいかな。だいたい 2,30 秒ぐらいですね湯通しして取り出してください。そしたらお水に入れます。氷水ですね。これでニシンを一気にね締めてください。そしたらキッチンペーパーを用意してこの上にニシンを置きます。よいしょ。そして水分をしっかりね拭き取ってください。このやつはないんですけど、もし鱗がついてる場合は氷水でね締めてる最中に中でねちょっと鱗の部分をこすって落としてみてください。このように湯通しが終わりました。そうしましたらねこちらのニシンを4等分にします。まず縦半分に切りましょう。そして半分に切ります。このように4等分にしてください。こちらも同じように縦半分に切ります。そしてまた半分に切りましょう。ニシンの準備はこれで OK です。はい、今ねちょうど30分経ちました。このように昆布がねきちんと戻ってれば OK です。そしたらね昆布とあとはかんぴょうを取り出します。この戻し汁に関しましては煮る時に使っていきますので捨てずに置いといてください。そしたらですね昆布を取り出します。かんぴょうもねギュッと絞って取り出しといてください。こちらのね戻し汁はこのまま置いておきましょう。戻し汁はね全部で1リットル使っていきます。それではね昆布でニシンを巻いていきます。まずですね昆布をキッチンペーパーの上に置いて、そして昆布のねぬめりを少し取ってください。そうするとね巻きやすくなります。OK です。そしたらこのように広げて、そして手前にニシンを置きます。あとはね手前からきつめに巻いていきましょう。くるくるくるっとね巻いていきます。はい、このように巻きます。そしたらこの真ん中巻き終わりのところをですね爪楊枝で留めてください。そしたらねこちら先ほどのかんぴょうを用意してください。まずですねこの先の部分ですね、ここに昆布巻きを置いて、そして2回縛れるぐらいの長さを取ってください。だいたいこのぐらいかな。ちょっと余裕を持たせてね、あんまり短くすると縛りにくくなるので少し長めに余裕を持って取ってください。そしてここをね切り落とします。よいしょ。こうして見ていただくとわかるんですが、ちょっとねかんぴょうが太いです。その時はこちらをね縦半分に切ってください。あんまりねかんぴょうが太すぎると巻きにくいので、太いなと思ったらこんな感じでね細く縦に切ってみてください。このようにねだいたい2等分ぐらいにしていただくといいかなと思います。今これでねだいたい8ミリぐらいのね幅だと思います。そしたらかんぴょうで縛っていきます。まずねこの爪楊枝があるので巻き終わりを下にすることができないので、こちら爪楊枝をまず横にします。最初はね横に縛って後から位置をずらしたいと思います。そしたらこちらを結びましょう。キュッとね、ここであんまりね引っ張りすぎるとかんぴょうがちぎれるので注意してください。これでもう一度縛ります。はい、こんな感じ。このように結んでください。そして下の部分も同じようにかんぴょうで結んでいきます。
このように結んでください。両端がちょっと長い時はね、こちら切ってください。このね、切れ端はですね、一緒に煮ていただいても大丈夫です。このように結んだら爪楊枝を取りましょう。こんな感じです。あとはですね、この巻き終わりの裏面に結び目が来るように、ちょっとね、このように回します。よいしょ。ちょっと結び目をね、ずらしてください。こんな感じです。このように結びます。では、残りも同じように巻きましょう。はい、全部巻き終わりました。このようにね、巻いてみてください。昆布の幅によってね、このようにね、長さが違う感じに出るんですが、こちらはね、調整してやってみてください。ではね、お鍋を用意してください。お鍋なんですけれども、昆布巻きがちょうどぴったり入るぐらいのものを選んでみてください。そうするとね、形も崩れず綺麗に煮ることができます。そしたらまずね、ここに昆布巻きを並べていきます。はい、こんな感じでね、ぴったり並べてください。そうしましたら、ここに昆布の戻し汁を入れてください。昆布全体が浸るぐらいまで入れてください。はい、今ね、全部で 600ml ほど入れました。そしたら続いてここにお酒と、あとはお酢を加えます。お酢はね、先ほどもね、材料説明でお伝えしたんですが、加えて一緒に煮ることで昆布がとても柔らかい仕上がりになります。お酢の酸味はきちんと飛んで、旨味が残ってとても美味しい仕上がりになります。このタイミングで調味料もね、一緒に入れてしまうと昆布が柔らかくならないので、必ず調味料を入れる前にお酒とお水とお酢でじっくり煮るようにしてください。それでは火にかけます。火加減は中火です。一度このまま加熱して沸騰させてください。はい、今ね、くつくつ沸騰してきました。そしたら一度ね、このアクを取り除いてください。ざっと取るぐらいで OK です。このようにアクを取ったら火加減弱火にします。そしてここに落とし蓋をしてください。こういったね、落とし蓋がない場合はアルミホイルなどを使って落とし蓋をしてください。それではこのまま火加減弱火で30分じっくり煮込んでいきます。はい、今ちょうど30分経ちました。煮汁もね、だいぶ減ってきたぐらいかなと思います。そしたら一度落とし蓋を取ります。そうしましたら、ここに調味料を入れていきます。まずお砂糖、続いてみりん、お醤油は後から入れていきます。ちょっとね、入れたらゆすります。全体を混ぜましょう。そしてこのまま弱火でね、一度沸騰させてください。このようにしてね、最初甘みを入れていきます。はい、でくつくつ沸騰してきたら一度このまま2分ほど煮てください。はい、今ねちょうど2分経ちました。そしたら続いてここにお醤油を回しかけます。お醤油を加えたらね、一度ねこのように鍋をゆすって混ぜてください。そしてもう一度再沸騰させてください。火加減はそのまま弱火です。このようにくつくつ再沸騰してきたら、ここにまたね落とし蓋を置きます。そしてこのまま30分煮ていきます。火加減はそのまま弱火です。はい、30分経ちました。火を止めます。そして落とし蓋を外してみてください。そしてこのようにね、しっかり煮詰まってれば OK です。この煮汁に関しましては全部煮切らなくても大丈夫です。30分経ったらね、火を止めてください。あとはね、また落とし蓋をして、このまま一旦冷まして味を染み込ませてから召し上がってください。はい、しっかりね冷めました。今ねこんな感じです。しっかりね味も染み込んで美味しそうに仕上がってます。それではね、今から半分に切ってみたいと思います。では切りたいと思います。この真ん中からね切っていきます。中はねこのような仕上がりになってます。しっかりね昆布も巻かれて美味しそうに仕上がりました。それでは盛り付けたいと思います。はい、これで昆布巻きの完成です。こんな感じに仕上がりました。昆布はねこのようにとても柔らかい仕上がりになってます。味もねしっかり染み込んでます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。昆布がすごく柔らかく煮えててとても美味しく仕上がってます。そしてねこのニシンの旨味もしっかり出てます。全体的にね味もしっかり染み込んでてすごく美味しいです。はい、というこ
ことで今日も美味しく仕上がりました。今回の昆布巻きのポイントです。まずかんぴょうに関しましては、一度さっと水洗いして軽く濡らして、そしてその後一度塩もみしてください。塩もみしてるとだんだん弾力が出てくると思いますので、そしたら一旦水洗いして、そしてその後一緒に昆布と戻すようにしてください。昆布に関しましては、表面を濡れたキッチンペーパーまたは布巾で軽く拭き取って、その後戻すようにしてください。ここで昆布を一度洗ったり、あとは拭き取りすぎてしまうと旨味も一緒に取ってしまいますので、軽くね拭くぐらいで OK です。そしてニシンのポイントです。ニシンはですね、かなり骨が多いです。なのでちょっと骨抜きがね一手間にはなるんですけれども、お腹の部分と背中の部分に関しましては包丁で削ぎ取っていただくととても簡単に取ることができます。そして真ん中の骨に関しましては指で触って気になるところを骨抜きしてください。そしてその後ですね、骨抜きが終わったニシンは一度湯通ししてください。きちんと一度湯通しすることでニシンの臭みを取ることができます。そして臭み取りが終わったら必ずすぐ冷水で締めるようにしてください。あとはね、ニシンを昆布の大きさに合わせて切ってください。今回は1つを4等分にしてます。こちらは目安にしてみてください。そして昆布で巻く時のポイントです。まず昆布はですね、戻した時にちょっとぬめりが出てくると思いますので、キッチンペーパーできちんとぬめりを取ってから巻くようにしてください。ぬめりがついたままだと巻きにくいので必ず取るようにしてください。そしてかんぴょうに関しましては、ものによってはねちょっと太めのものがありますので、その場合は縦半分に切って使ってください。そしてくるくるきつめに巻いたら巻き終わりを一度ようじで止めてください。そうすることで緩むことなくきちんと縛ることができます。そして全部巻き終わったらですね、茹でるんですけれども、まずはじめに昆布の戻し汁とお酒とあとはお酢、この3つでじっくり煮てください。そうすることで昆布がとても柔らかい仕上がりになります。ここでね一緒に調味料を加えてしまうと昆布が柔らかくならないので注意していただけたらと思います。そして今回ですね、煮る時にお酢を加えてます。お酢を加えることで昆布がね柔らかい仕上がりになりやすくなります。このお酢の酸味はですね、食べる時にはねもう酸味はなくなって旨味だけが残った状態になります。なのでぜひねお酢を入れて作ってみてください。そしてあとはですね、調味料を加えて煮るだけなのですごく簡単です。煮る時に関しては必ず落とし蓋をして煮るようにしてください。あとはおせちの中に入れる時は半分に切って入れてみてください。そうするとね断面も綺麗になります。ちなみにですね、この昆布巻きの意味なんですけれども、まず昆布に関しましては喜ぶの語呂合わせとして昔からね縁起物として食べられているものになります。さらにこちらはですね、不老長寿といっていつまでもね長生きすることの願いが込められているものになります。そしてニシンに関しましては子宝成就だったり、あとは子孫繁栄の意味も込められてます。日持ちに関しましては冷蔵保存でだいたい5日から7日ぐらいを目安に召し上がってください。とても縁起のいいものですので、ぜひ今年のお正月に向けて作ってみてください。はい、ということで今日は昆布巻きを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。